皆さんこんにちは、ゆそうです。今回は8月14日大陸版実装された新キャラクター水着パペットの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。水着パペットは氷結属性の全体アタッカー、味方の行動に合わせて敵に追加攻撃を行いながらバフを貯めたバフを解放して一気に大ダメージを与えるというキャラクターになっています。水着パペットの大きな特徴はスキル3を使用することによって水着パペットは海の領域状態に入ります。海の領域状態のパペットはダウン耐性、精神異常耐性を持ちペルソナスキルのみ使える状態になります。この状態のパペットは味方のターン終了時自動で敵全体に追加攻撃を行い波しぶきというバフを獲得します。パペットは波しぶき1層ごとに追加攻撃のダメージを上げ敵へのダメージをアップさせていきます。追加攻撃は1回ごとに SP30 消費、波しぶき1層ごとに SP の消費量が30ずつ増えていきますが、パペットは自分以外の味方の行動時 SP を15回復し SP 上限も200あるので育成が進んでいれば SP に困ることはありません。そしてさらに海の領域状態のパペットは味方からバフを受けた時そのバフのターンを一旦延長するという今までにないスキルを持っており、これによって味方からの支援を最大限受けながらダメージを与えていくことができます。そしてスキル2を使うことによって海の領域が終了し溜めた波しぶきを全て消費することによって敵全体に大ダメージを与えます。さらにスキル2は追加攻撃扱いになっているためゲージカードなどによる追加攻撃のバフを最大限受けることができます。スキル3による自動の追加攻撃、そしてスキル2の特大ダメージ、両方で非常に高い性能を持っているのがパペットの特徴です。スキル1は敵全体に氷結属性のダメージを与え敵を凍結状態にしさらに SP を40回復します。この SP 回復は SP の回復上限を上回って回復することができます。突が進むとこのスキルも使うんですが無突段階ではスキル1はあまり使えません。水着パペットの使い方ですがスキル3、スキル2を交互に使っていきましょう。スキル3による自動の追加攻撃、そしてバフを消費してのスキル2の大ダメージ、この2つを繰り返し敵に非常に高い火力を発揮するのが水着パペットの特徴です。水着パペットのスキル一覧はこちら。水着パペットは SP 管理が特殊で戦闘開始時は SP0 から始まり水着パペット以外の味方のターン開始時 SP を15回復、そして回復した合計の SP だけパペット自身がバフを獲得します。 SP100 回復で攻撃力 10% アップ、200回復で余ダメージ 10% アップ、300回復でクリティカル率 12% アップ、400回復でクリティカルダメージ 24% アップと非常に高いバフを獲得しますね。さらにパペットは戦闘中自分の SP 回復の分だけ攻撃力をアップ、最大280の SP 回復で攻撃力が 98% アップします。そしてさらに海の領域中は与えるダメージが 30% アップします。 SP 回復ギミックを持っているため SP の心配はなく、なおかつ追加攻撃という特殊なギミックで非常に高いダメージを与えられるのがパペットの強みです。海の領域中はダウン耐性と精神異常耐性を持っているため敵の攻撃によって追加攻撃がキャンセルされることもありません。水着パペットの武器効果一覧がこちらになってます。星5武器はクリティカルダメージ、そして追加攻撃のクリティカル率を大きくアップしさらに SP を消費するために余ダメージをアップする効果がついています。余ダメアップ効果は最大5層までたまりますがパペットは追加攻撃でも SP を消費するためあっという間に SP を最大まで貯めることができます。星4武器は攻撃力を最大で 60% 近くアップさせることができますが星5武器のバフ量が非常に高いため星4武器との差が激しいですね。パペットのおすすめゲージカードセットがこちらになっています。パペットは初期の氷結アタッカー用のゲージカードである贅沢と集中のセットが強力です。パペットの攻撃はほぼ全てが追加攻撃になっているため贅沢と集中によるバフを最大限獲得することができます。パペットはその性能上 SP 回復量が要求されますが水着パペットはタツのメインステータスを SP 回復量にしてあげるだけで要求される SP 回復量をほぼ全て満たすことができます。なのでサブステータスの SP 回復は1枠程度に抑えておいて残りは貫通やクリティカルダメージ、クリティカル率といったパペットのダメージを上げるものに集中しましょう。メインステータスについても月と星は他のアタッカー同様月が攻撃力とダメージボーナス、星がクリティカル率、クリティカルダメージになっています。水着パペットの突効果一覧がこちら。海の領域の追加攻撃を中心にパペットの性能を大きく上げるものが揃っています。意思突効果は追加攻撃の SP 消費が 40% ダウンされ波しぶきの最大総数が4層から6層に、
そして今までは海の領域中に受けたバフのみ一旦延長でしたが、一突することによって海の領域突入時受けているバフのターンが一旦延長されるようになります。パペットは一つの追加攻撃の SP 軽減効果、そしてバフの獲得量アップの効果がかなり大きく、非常に強力な一突効果になっています。一突することによってスキル回しが312に変化し、 SP が軽減されることによってターボなどの行動回数が多いキャラを編成しても追加攻撃を最大まで発動することができるようになります。二突効果は海の領域中クリティカルダメージが 20% アップし、さらに追加攻撃を4回発動するたび SP 消費なし、バフ獲得なしの特殊な追加攻撃を発動します。パペットのダメージを上げてくれますね。そして4突効果ではハイライトに追加攻撃のダメージアップバフを追加。そして6突効果は水着パペットの SP 上限が250に上昇し、戦闘開始時 SP が自動で最大まで回復、さらに自動的に海の領域状態に入ります。さらに追加攻撃で獲得できるバフの総数が6層から8層にアップ、各スキルも強化され、スキル1を使った時の SP 回復量が40から60にアップし、さらにスキル2を使った時海の領域状態が解除されなくなって SP が全回復するようになります。スキル2使用時の波しぶきの消費タイミングも追加攻撃を行った後のターン終了時になるなど、パペットの立ち回りが大きく変化する突数になっています。海の領域状態が永続になるため常に追加攻撃を発動し続けるようになりますね。水着パペットの星5武器と一突の比較ですが、難しいところですがガチャの必要数が安いことも考えて星5武器でいいと思います。ただ将来的に復刻されサラマンダーコインで武器を交換しようと考えるなら一突を優先してあげるのもありです。それぐらい強力な一突交換になっています。続いてパペットのおすすめパーティー編成について、水着パペットは火力の大部分を追加攻撃が占めるため、追加攻撃にもバフをかけられる水着マリアンとの相性が抜群になっています。クリティカルを中心とした他のバフについても相性が非常にいいです。そしてもう一枠ですが、無突段階ではまといもしくはハウラーの相性が良くなっています。同じ突数ではまといの方が相性がいいですが、工場キャラクターであるハウラーは突が進んでいる場合もあると思うので、自分の育成状況に合わせてキャラクターを選んであげましょう。一突している場合はまといやハウラーの枠にターボを編成してあげるといいです。ターボは自身で追加ターンを獲得することができ、追加ターンでも水着パペットの追加攻撃が発動するため非常に相性が良くなっています。無突段階では SP が足りずターボを編成しても追加攻撃の回数が変わらないため注意しましょう。支援キャラクターはアンジュが最もおすすめで、ナビやフィービーなど他の支援キャラクターとも相性がいいです。ワンダーのおすすめペルソナは今回のイベントで追加されたペルソナサヒモチの神が相性がいいです。サヒモチの神は味方のスキルでポイントを貯め、専用スキルを使うことによって敵が受けるダメージをアップしてくれます。追加攻撃と氷結属性については追加で敵にデバフを与えるため相性がいいです。残りはバフ系のペルソナとしておすすめのディオニュソス、そしてドミニオンを編成してあげるといいでしょう。パペットは海の領域中にバフを受けるとバフのターンが延長されるため、そのタイミングに合わせてバフを使ってあげるといいです。おすすめのスキルの回し方は、まずサヒモチの神の専用スキルを使って敵にデバフを与え、その次のターンパペットが海の領域状態に入っていると思うので、そこでディオニソスやドミニオンなどでバフをかけてあげるのがいいと思います。それでは最後にパペットの強み弱みについて紹介しましょう。パペットの強みは何といってもその高い火力。現在実装されている全体アタッカーの中で頭一つ抜けて高い火力を持っており、長らく最強アタッカーだった春節輪の火力を上回りました。そして追加攻撃持ちで攻撃回数が多く、敵の特殊なギミックにも対応しやすい点。追加攻撃が要求されるギミックでは特に高い性能を発揮します。さらにダウン耐性、状態異常耐性を持ち、敵に行動を阻害されない点。こちらも追加攻撃を中心としたアタッカーとしては待望の能力になっていますね。そしてさらに SP 回復自体がギミックに含まれているため SP が枯渇する心配がありません。長期戦でも安定して高いダメージを出し続けてくれる非常に頼りになるアタッカーになっています。パペットの弱みは特にないですね。非常に強力なアタッカーになっていると思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。水着パペットは非常に可愛らしいビジュアルですが、その性能は大変強力でアタッカーの水準がまた一つ上がった感じがしますね。あらゆる面で強力で引いて損しないキャラクターになっているので、全体アタッカーを手に入れたい方はぜひ引いてみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。